皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。梅雨になれば思い出す。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。6月4日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。超高水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は151メートル18でした。おとといと比べると2メートル22センチの下げで151メートル台に突入。1日につき1メートル以上の低下なので結構なペースとなっています。このまま行くという前提なら145メートルの最終目標も視野に入ってきましたが、果たしてうまくいくでしょうか。これについては後ほど詳しく。ダムの貯水側から見ると水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒8840立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒14000立方メートル、差分については毎秒5160立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はマイナスの750、三峡ダムもマイナス1400。一旦小休止の状態、まとまった雨がないことから両地点ともに減少傾向となっています。最上流の金沙港にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒2980立方メートル。前回と比べて少しだけ増やしているようです。下流で流量が減っているので、今のうちにこっそり流しておけということなのかもしれません。一方、深夜0時の三峡ダムの放流量は毎秒21700立方メートル。単純に割り算をすると 70% の発電状況で22基前後の発電用タービンが稼働しているものと推測されます。おとといと比べると少しだけ放流量を増やしています。それにしても夜中だというのに7割の発電って、この電気ちゃんと使われるんでしょうか。三峡ダムと上流のダムの流量について現状を確認してみます。こちらは2月から昨日までの流量になり、交通運輸部の発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムになります。まずは上流にある高架波ダムについて、先ほど触れた通り、濃い青のラインの放流量はほんの少しだけ増えており、この変化が今後大きくなるのか注目したいところ。水色のラインの流入量は放流量よりも多めとなっていることから、高架波ダムの水位がじわじわと上がっていることが推測されます。続いて三峡ダムの状況について、オレンジのラインの流入量は予想通り減少し、そろそろ下げ止まりといった感じ。前回の動画でちらりと言いましたが、グレーのラインの放流量は下げ止まりとなっています。差分はだいたい毎秒1万立方メートルあたりまで増えて、これが急激なダムの水位低下につながることに。今の状況を見る限り、絶対に下げるぞという意思を感じます。ただし、しばらくすると流入量は毎秒2万立方メートル近くまで増えるのではないかと。これは当チャンネルが希望的観測を言っているのではなく、超高水利委員会が発表している臨時報告書の中に示されています。6月1日に発表された第5便の報告書の中に、三峡ダムに関する実績と未来予測がこちらには示されています。グラフ中の青いラインが流入量の予測になり、今後増水することが記載されているわけです。このため、増水した際には連動して、三峡ダムからの放流を増やすものと思われますが、果たして以前のようなフル発電に近い量まで踏み切ることができるかどうか。下流の湖はすでにパッツンパッツンな状態なだけに、どこまで放流できる紙物です。Nishi Yang Channel。いろいろ調べていると、6月1日から10日までの間、超高流域では雨がどうなりそうなのかについて、当局から予報が出ているので、今回は少しこの件をお話ししてみたいと思います。まずは位置関係のおさらい。超高の本流と2つの湖、そして主な支流をざっくり載せるとこのようになります。三峡ダムだけを見るのではなく、上流の状況、そして下流のデータなど、
両方を合わせて見る必要がありそうです。湖北省の地元紙、極目新聞が6月1日、次のように伝えています。水門気象予報によると、長江流域では今後10日間で3回にわたる大雨が予想され、主に長江上流域とその南の地域、及び湖沼水系に集中する見込みだとのことです。長江上流の本流というとこの辺りで、最上流の高架波ダムの下流側、そして重慶周辺、さらに三峡ダムの近く。あとは長江の南側での雨。ここは支流の右溝があるところで、何度かこのチャンネルでも取り上げているので、ご存知の方も多いかと。また長江の下流で言うと、東堤湖とハ陽湖という、中国を代表する2つの淡水湖周辺で、まとまった雨になりそうだとのことです。東堤湖については前回の動画の中で、センチネルの衛星写真を確認すると、すでに満水に近い状態になっており、公表されている湖南省のデータを見ても、警戒水位まであと 2.5 メートルあたりまで水位が迫っていることをお伝えしたところ、こちらは昨日の夜8時までの6時間の雨雲レーダーになり、ちょうど東堤湖とハ陽湖の上空を通過する形となっています。さらに昨日の夜6時には、暴雨青色警報を継続して発令し、6月3日20時から4日20時にかけて、湖南省、江西省、浙江省などで大雨または暴雨になると正式に発表が出ています。東堤湖とハ陽湖ともまだ警戒水位には到達していませんが、水利部によると6月は長江中下流の本流、東堤湖とハ陽湖水系で警戒水位を超える洪水の可能性に触れているのです。今日は4日ですから、あと6日ほどの間にいろいろなところで強い雨となり、場所によって川が溢れ、浸水する町が出てくる可能性が大きい模様。おそらくまた SNS で洪水の映像があちこちから出てくることになりそうです。天気予報サービスのウィンディで24時間の実績を見てみます。こちらは昨日の正午までの様子。長江の上流あたりで発生した雨雲が東に流れていく様子が見られます。前回も同じような感じだったのですが、雨量データを見ているとそれほどでもないので、通り雨といったところでしょうか。次に、今後の予想を見てみます。長江の南側を中心に強い雨が降りそうで、ドラゴンが出現する可能性も。三峡ダムよりも下流地域では、まとまった降水量になるかもしれません。今日の三峡ダムの天気は最高気温が36度、最低気温が21度で曇りの予報。また、赤い塊が台湾の南側に見られ、北上することも考えられます。いずれにしても当局が予想しているように、中部と南部では荒れ模様になりそうなため、今後1週間の天気に注目です。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。パラオ大統領中国に懸念、日本と観光経済連携期待、共同通信が伝えています。記事によると、太平洋の島諸国パラオのウィップス大統領が2日、東京都内で共同通信のインタビューに応じ、海洋進出を強める中国に懸念を示した。日本政府が目指す自由で開かれたインド太平洋、ホイップを支持し、日本からの観光客増や経済連携に期待を示した。パラオは台湾と外交関係を持つ12カ国の一つ。中国は台湾との断交を要求し、経済的圧力を強めている。ウィップス氏は3日から4日に都内で開かれる世界島諸国海洋会議で共同議長を務めるため来日した。以上、パラオ大統領中国に懸念、日本と観光経済連携期待についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ、パラオの大統領が中国の海洋進出に懸念を示し、日本との観光や経済連携に期待を示したという話は、島諸国が日本をどう見ているのかを考える上で、かなり大切なニュースではないかと。日本も島国ではありますが、人口は1億人を超え、経済規模も世界上位にあります。同じ島国でも、太平洋には人口や面積が小さく、大国からの圧力に単独で向き合うのが難しい国がほとんどのはず。そうした国々に対して、日本が観光やインフラ、海洋安全保障などの面で支援していくことは、とても意味のある取り組みで、単にお金を出すだけでなく、その国が本当に必要としているものに寄り添い、長く信頼される関係を築くことが重要。パラオは台湾と外交関係を持つ国でもあり、中国からの圧力を受けやすい立場にあります。だからこそ、自由で開かれたインド太平洋の考え方をもとに、対等で丁寧な連携を進めることには大きな価値があります。勝手に EEZ で調査を始めるような某国とは違い、
日本は信頼と尊敬を積み重ねる国であってほしいですね。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信しています。ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝7時までの6時間のレーダーの実績。各地に被害をもたらした台風6号は東に抜けましたが、また西から雨雲の塊がやってきています。その根元をたどっていくと、どうやら湖の近辺のようです。ニュースによると、西日本では降水確率が高いとのことで、鹿児島では 100% という表記も出ています。台風は温帯低気圧に変わりましたが、一連の雨により各地の川は増水している模様。引き続き注意したいところです。三峡ダムには様々な設備がありますが、ダム本体、つまり堤体の上に赤いクレーンが設置されているのをご存知でしょうか。今回は、この赤いクレーンがどのような役割を持つ構造物なのかを取り上げます。また後半では、このクレーンと以前から話題にしている堤体のひび割れとの関係についても触れていく予定です。まずは全体写真から、おそらく下流側の記念公園付近から撮影されたものだと思われますが、ダムの上部に赤いクレーンが確認できます。かなり離れた位置からでも見えるため、実際には相当大きな構造物であることがわかるかと。単なる小型の作業用クレーンではなく、三峡ダムの点検や補修、設備の移動などに関わる重要な装置と考えられます。もう少し近い写真で見てみましょう。クレーンの足のところには乗用車が写っています。一般的な乗用車の車高は 1.5 メートルほどですから、20台くらいは積み上げられそうな高さ。だいたい25メートル前後はありそうな感じはします。別の角度からの画像ではそばにバスが写っていて、ここから想像できるのは幅が15メートルくらいありそうだということです。次にダム本体の上部、ここは天場と呼ばれます。この部分についても確認しておきましょう。なかなか天場が写った写真や映像はないのですが、遠目から見ると穴のようなものが見え、特に中央の放流設備の上のところに多いようです。三峡ダムの場合、放流する水を調整するゲートはダム本体の中にあります。おそらく油圧式のラジアルゲートという洪水調節のための施設があるものと思われます。これまで5年ほど三峡ダムをウォッチしてきましたが、堤体の中の部分についての情報はほとんどありません。各ゲートをメンテナンスで止水板を入れたり外したりする際に、ダムの上にあるクレーンによって吊り上げたり下げたりするのではないかと推測しています。ダムの貯水側では、洪水調整用のゲートと泥を吐き出すゲートが交互に配置されています。このため、A と B はメンテナンス用に、C で泥排出のゲートの開閉を担当しているのかも。いずれにしても、想像以上に穴だらけということになるかと。実はこのクレーン、固定されたものではなく、天場を移動する仕様になっています。衛星画像をよく見ると、幅広のレールが敷設されており、端には車止めのようなものも確認できます。いつもチェックしているセンチネルの衛星画像をいくつか比較してみても、結構な頻度で移動していることがわかります。ちなみに、黄色の枠で囲われたところ、何やら、ひび割れの修復の跡のようにも見えますが、気のせいでしょうか。これだけ穴があると、コンクリートの強度も下がるでしょうし、壊れやすくなるのかもしれないですね。もちろんあちらの当局は、この件について一切触れることはありません。そしてお待ちかねの貴重な映像がこちら。20倍速で編集しています。中央の放流設備の部分を、だいたい15分くらいかけて移動していることから、時速3キロほどなので、人が歩くスピードより少し遅いといったところでしょうか。高さが20メートルから30メートルくらいあるクレーンが、レールに乗って移動。8階建てのビルに相当するものが、ダムの上を移動するため、当然ながら、天場への負荷は高くなるわけですね。一箇所でもひび割れが拡大して、沈み込むなんてことになれば、クレーン自体がこけそうな感じ。過去の大地震では、港のガントリークレーンが横倒しになった例もあるので、そもそものバランスは悪そうです。日本のダムでもこういった構造物が、ダムの近くに設置されているのは見かけるのですが、
ダムの上に常設というのはあまり記憶がありません。実は中国のダムではこれがデフォルトのようになっていて、最近に建設されたダムでもこの形状のものがダムの上に設置されることが多いようです。ドックのようなものは確認できないので、定期メンテナンスとかの保守はどうなっているんでしょうね。あと、遠隔操作なのか、クレーンの上部に積み込みで人が操作しているのかも気になるところ。かつてはライブカメラがネットで公開されており、台湾のメディアでは三峡ダムの中継映像を YouTube で配信しているところもありました。残念ながら今はもうライブで見ることはできません。あいにく移動の際の音声は入手できていませんが、もしクレーンの横に立つとなると、ミシミシと移動する様子が見れるのではないでしょうか。一緒にバキバキと言っているかもしれません。おっとっと。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。